6月の初旬には始まったとされるウクライナの反転攻勢から約3週間。当初から苦戦は承知の上とはいえ、予想以上にウクライナ軍の進軍速度が遅く、早くも反転攻勢は失敗に終わるのではないかという見方すら出てきています。ウクライナ軍の苦戦を象徴するものとして、西側が供与したレオパルト2の損害が積極的に報道されていますが、その中でも、地雷原を突破するための特殊車両、レオパルト 2R の損害が注目されます。レオパルト 2R は、レオパルト 2A4 をベースにフィンランドが開発した車両で、フィンランド軍でも10両しか調達していないにもかかわらず、そのうちの6両をウクライナに供与しています。ウクライナでは、これまでの反転攻勢で本車両を3両を失っており、これは全供与数の半数に当たります。ということで、敵陣突破の先陣を切るこれらの車両が少なからぬ損害を受けたことから、今後の反転攻勢への影響を危惧する声も出ています。そこで今回は、地雷原を切り裂くこの手の車両について、ウクライナの保有数や損害状況と、世界各国で保有している主な地雷原処理車について解説していこうと思います。そもそも地雷とは、接触した対象を破壊するだけではなく、どこに埋設されているかわからない、という恐怖を与え、相手の進軍を遅らせるための兵器であり、地雷を仕掛けられた可能性がある場合には、これを速やかに無力化する必要があります。第二次大戦では、陸上戦において脅威となる戦車の行動を妨害するために、対戦車地雷が多く使用され、今回のウクライナ反転攻勢においても、ロシア軍が防衛線に多数埋設していると見られています。よって、戦車で防衛線を突破する前に、地雷を処理する必要が生じたために開発されたのが地雷原処理車で、様々なタイプが世界各国で開発されていますが、レオパルト 2R のように、戦車や装甲車をベースに、前方にローラーやスコップのようなアタッチメントをつけて、物理的または磁力によって地雷を破壊、排除するタイプと、地雷処理用の爆薬がセットされた、特殊なロープを牽引しながら飛翔するロケットを搭載した、投射タイプなどがあります。また、その両方の装備を合わせ持った車両も存在します。これらはそれぞれ異なる特徴を持っており、前者のレオパルト 2R のような戦車タイプは、その言葉の通り、戦車をベースに作られているため、防御力、生存性が高く、地雷の除去に失敗し、意図しない爆発にさらされた場合や、今回のウクライナのように、敵の前線に突撃しつつ地雷除去を行う際に、攻撃にさらされ乗員が死傷するリスクを低減させます。その反面、地雷を処理するには地雷原に突っ込む必要があるため、重装甲が乗員の死傷リスクを減らすとはいえ、損害を受けるリスクは高まります。もう一つの投射タイプは、ある程度離れた場所から爆薬ロープ付きのロケットを発射できることから、地雷による直接的な損害を受けることがありません。また、発射したロケットの先端が着地すると、それに牽引された爆薬ロープが一直線に伸び、これを起爆することで、数百メートルの長さの範囲の地雷を一気に排除可能です。ただし、離れた場所から処理ができると言っても射程は1キロ以内なので、地雷による影響は受けないにしても、前線の敵から攻撃を受ける可能性は大いにあり、その場合の損害は戦車タイプと比べて大きくなります。また、搭載するロケットは2発程度が標準となっており、さらなる地雷原の処理にはロケットを再装填する必要がありますが、前述の戦車タイプの場合には、破壊されない限りは燃料が持つ限り活動可能、という違いもあります。まあということで、それぞれ使いどころや運用が大事になってくるわけですね。続いて、本題のウクライナ軍の地雷処理車の状況です。レオパルト 2R は、冒頭で紹介した通りフィンランドが供与してくれた虎の子の車両で、6月8日に行われたウクライナによる地雷原への突入作戦時に、3両が失われ、全体の半数を失う結果になっています。フィンランドでは、旧式となりつつあったレオパルト 2A4 を120両運用しており、そのうちの10両が、
旧地雷除去車両、レオパルト 2R として開発され、2008年から正式運用されていました。本車両は、世界的に有名なフィンランドの軍需企業、パトリア社によって開発されたもので、レオパルト 2A4 から砲塔が取り外されて、回転しない上部構造に置き換えられ、車体前方には英国ピアソン製のプラウ地雷除去装置を装備し、これを突き立てて進むことで、地面に食い込むプラウの刃が、地雷を地中からかき出し通行可能な経路を作り出します。それと同時に、後部に設置されたクリアレーンマーキングシステムが、車両の前進に合わせて、経路の目印となるペナント、マーカーを地面に突き刺し、安全な経路を後続車に知らせます。本車両は、ベースとなったレオパルト 2A4 よりも、さらに高いレベルの防御力を有しており、対戦車地雷に対する乗員の生存性を向上させるために、内部に防御区画が設けられています。実際に損害を受けたウクライナの車両を見る限り、かなり原型をとどめており、なおかつハッチが開いている車両もあるので、乗員は脱出できたのではないかと思われます。ヴィンセント1は、レオパルト 2R よりも旧式の戦車である、レオパルト1の車体をベースにドイツが開発した車両です。それだけに、レオパルト 2R と比べるとエンジンパワーが劣るなどするものの、防御力についてはレオパルト 2R 相当に強化されており、クリアレーンマーキングシステムなども搭載されているため、能力はほぼ同等と見ていいでしょう。このヴィンセント1は、ドイツが40両以上を供与しており、これまでの反転攻勢で確認された損害は1両にとどまっているので、基本的にはこのヴィンセントが今後の特攻番長の役割を担うものと思われます。その他にも、旧ソ連製の T64 戦車をベースとした車両や、T54 戦車をベースにした BMR2 がそれぞれ1両の損害を出しています。また、今回は割愛しましたが、地雷処理にも使用可能なドーザーなどを装備した、早期式の公兵車両を20両ほど失っています。ウクライナでは他にもロケット投射型の UR77、メテオライトなどの車両も保有しており、なんならこのメテオライトは地雷除去用ではなく、敵陣地や塹壕の攻撃用として使われているとの情報もあります。ただし、これらの旧ソ連製の兵器については、他国からの供与もされておらず、ウクライナが元から保有しているものと、鹵獲したもののみのはずなので、すべて合わせても30両弱と推測され、性能的にも数的にも主力はヴィンセント1、ということになるでしょう。世界に目を向けると、アメリカでは M1 エイブラムスをベースにした重地雷処理車、M1150 を200両ほど保有しています。これは、冒頭で述べた2つのタイプの機能を兼ね備えた車両で、車両前方のプラウ地雷除去装置によって、地雷源に突っ込んで処理することはもちろん、地雷処理用の爆薬、爆薬ロープがついたロケットを2発装備しているため、離れた場所から地雷源を処理することも可能です。日本における地雷源処理の装置としては、通常の戦車に装着する92式地雷源処理ローラーや、ロケット投射式の92式地雷源処理車を保有しています。このロケットの団体内部には、ワイヤーに接続された26個の爆薬、つまり爆柵を内蔵しており、最大1キロ離れた場所から、長さ約300メートル、幅約5メートルの範囲を爆破処理可能です。まあ日本がこの手の兵器を使うときには、すでに領土が侵されているということなので、基本的には使われることはほぼないのでしょうが、だったらウクライナに供与できるといいのにね。ちなみに、近年における紛争において使用される地雷の多くが対人地雷であり、大規模に対戦車地雷をばらまいて地雷戦が行われるケースが珍しくなったこともあり、地雷源に特攻する地雷処理戦車の新規開発や製造も減少しており、今回紹介したような、地雷処理に特化した装甲車両は世界的にも貴重になっています。よって、フィンランドやドイツにおいても、少ない在庫の中からこの手の車両を供与しているわけですが、アメリカが保有する M1 エイブラムスベースの M1150 であれば、在庫が200両もあって、なおかつエンジンパワーも大きいので、本来は最もウクライナが欲しい車両だったかもしれません。
まあもしかすると M1A2 が供与されるタイミングで、M1150 も何両かついてくるのかもしれませんが、特攻車両が最も必要なのは今なので、とりあえず近隣から集められるだけ集めた、という感じでしょうか。今回の反転攻勢の結果に関わらず、地雷処理の装備はウクライナにとって今後も必要なのは間違いないので、日本も含めて支援を継続できるといいのですが。それではこれで地雷原処理車の解説は終了です。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、新作動画をお知らせする、ベルマークのポチをお願いします。